教訓1、運動のモチベーションを維持するためのコツは？運動のモチベーションを維持するためのコツはありますか？絶対に。一つのヒントは、自分が楽しめるアクティビティを見つけることです。それは理にかなっています。楽しいときは、モチベーションを保ちやすい。もう一つのヒントは、現実的な目標を設定し、進捗状況を追跡ですは、ることです。その過程で小さな成果を祝っているのでしょうか？まさに、モチベーションを保ち、勢いをつけます。運動の一貫性を保つことについてはどうですか？ルーチンを作成し、ワークアウトをスケジュールすることが役立ちます。なるほど。運動を一日の習慣にしなさい。また、エクササイズ仲間を見つけることで、説明責任を果たすことができます。お互いに順調に進むためのワークアウトパートナーがいるみたいな。はい、ソーシャルな側面が加わり、より楽しくなります。他に共有できるヒントはありますか？ワークアウトを混ぜたり、新しいアクティビティを試したりすると、面白くなります。バラエティは物事を新鮮に保ち、退屈を防ぎますよね。絶対に。そして、体の声に耳を傾け、必要な時に休むことを忘れないでください。休息と回復は、長期的にモチベーションを維持するために重要です。その通りだ。ジョン。自分を大切にすることが鍵だ。ヒントをありがとう、アンナ。もうやる気が出てきた。どういたしまして。ジョン。モチベーションを保ち、動き続けよう。健康的でアクティブなライフスタイルを送りましょう。レッスン2、果物と野菜が十分にあることを確認しましょう。果物と野菜が十分にあることを確認しましょう。絶対に。健康的な食事には欠かせません。買い物リストにリンゴ、オレンジ、バナナを追加します。ほうれん草やケールなどの葉物野菜も忘れずにお召し上がりください。いいアイディアだ。ピーマンや人参のような色とりどりの野菜も用意しておきましょう。そして、ベリーについても忘れないでください。抗酸化物質が豊富に含まれています。ブルーベリーとイチゴ、すぐにやってくる。お皿に盛られた虹色の果物や野菜を目指しましょう。さまざまな栄養素を摂取するには多様性が重要です。そしてそれは私たちの食事をより風味豊かで魅力的にします。必ず新鮮な農産物を買いだめします。便宜上、冷凍オプションも検討できます。それは本当です。冷凍の果物や野菜にはまだ栄養がある。植物由来の良さをたっぷり使った健康的な食事プランに取り組みましょう。絶対に、アンナ。活気に満ちた栄養価の高い食事を。乾杯、ジョン。自然の恵みで体に栄養を与えよう。レッスン3、買い物に行きたいですか？もっと服を買いに行きませんか？もちろん、様々な店をチェックして、もっと着心地の良い服を見つけることができます。計画のようですね。さあ、ショッピングアドベンチャーに出かけよう。ワクワクしています。お得な情報も見つかるかもしれません。もしかしたら、ユニークな作品が見つかるかもしれません。それこそがショッピングの醍醐味であり、思いがけない宝物です。快適さとスタイルを優先しましょう。絶対に、どちらにも妥協はありません。その後、美味しい食事を楽しめるかもしれません。それは私たちの買い物を終わらせるのに最適な方法のように思えます。行くぞ、アナ。快適でスタイリッシュな服を見つける時が来ました。
すぐ後ろにいるよ。ジョン、その着心地の良い服を着よう。さあ、ショッピングアドベンチャーに出かけましょ教訓4、様々な考え方を見るのは魅力的だ。う。アンナ、様々な考え方を見るのは魅力的です。私たちは多様な視点から学び、成長します。それは私たち自身の信念に挑戦し、私たちの視野を広げます。絶対に。それは私たちの世界に対する理解を広げます。ユニークなピースでパズルを組み立てるようなものです。それぞれの視点がパズルに新しいピースを追加します。そして、ピースが多ければ多いほど、画像はより鮮明になります。共感と理解を促します。物事を見る方法は複数あることを私たちは理解しています。そして、多様性の美しさを理解するのに役立ちます。お互いからどれだけ学べるかを常に思い出させてくれます。だからこそ、様々な視点を受け入れることがとても重要です。私たちは常に新しいアイデアを受け入れるよう努めるべきです。絶対に、ジョン。これからも多様な視点の豊かさを受け入れていきましょう。新しい視点を学び、成長し、受け入れましょレッスン5、効果的な人脈作りのコツは？う。落ち着いて共通点を見つけましょう。効果的な人脈作りのコツは？絶対に。一つのヒントは、他の人に本当に興味を持つことです。では、積極的に耳を傾け、質問してみませんか？はい、それはあなたが彼らの視点を大切にしていることを示しています。それは理にかなっています。本物のつながりを築く。もう一つのヒントは、自信を持って親しみやすいことです。では、前向きで友好的な態度を保ち続けていますか？まさに、居心地の良い雰囲気を作るのに役立ちます。記憶に残る印象を与えるのはどうですか？本物らしく振る舞い、あなたのユニークな資質を見せてください。では、私の強みと情熱を強調していますか？はい、それは人々があなたとあなたの興味を思い出すのに役立ちます。他に共有できるヒントはありますか？ネットワーキングイベントの後にフォローアップして、つながりを保ちましょう。では、わかりやすいメールやメッセージを送信しますか？絶対に。それはあなたが築いたつながりを大切にしていることを示しています。次回のネットワーキングの機会に備えて、これらのヒントを覚えておきます。これ持ってるわ、ジョン。本物のコネクションを作って輝こう。ありがとう、アンナ。効果的なネットワーキングと有意義なつながりをご紹介します。乾杯、ジョン。ネットワーキングの努力が実りあるものになりますように。教訓6、共有資料の一括購入を検討できた。いいアイディアだ。共有資料の一括購入を検討できます。これはお金とリソースを節約する賢い方法です。さらに、すべての人に十分な物資を確保できます。リソースをプールしてコストを分割できます。関係者全員にとって効率的で便利です。必要なアイテムのリストを作成する必要があります。そして、一括購入のお得な情報を調べてください。比較ショッピングは最高の価値を得るのに役立ちます。必要な収納スペースについても考えてみましょう。確かに、十分なスペースがあることを確認する必要があります。共有ストレージエリアを指定できるかもしれません。それはいい考えだ。すべてを整理しておけます。また、誰もが簡単に資料にアクセスできるようになります。
これについてグループの他のメンバーと話し合いましょう。そして、彼らが一括購入のアイデアに賛成しているかどうかを確認してください。それを機能させるには、コラボレーションが鍵となります。先のことを考えてよかったよ、アンナ。力を合わせれば、リソースをさらに活用できます。絶対に、アンナ。スマートで効率的なリソース管理を実現しましょう。乾杯、ジョン。共有の資料を最大限に活用しましょう。教訓7、南米には幅広い選択肢がある。宿泊施設の選択肢については、南米には様々な選択肢があります。高級ホテルから低予算のホステルまで、それは本当です。バケーションレンタルやゲストハウスを検討することもできます。エコロッジやキャンプ場もお忘れなく。予算や好みに合わせてオプションがあるのは素晴らしいことです。地元のホームステイに滞在すると、ユニークな文化体験ができると聞きました。はい、地域社会に没頭するチャンスです。また、山小屋やビーチフロントのリゾートからの眺めは息を飲むほどです。南米の多様な景観は、素晴らしい宿泊施設環境を提供します。探求する選択肢がたくさんあるのはエキサイティングです。旅行の目標に合わせて宿泊施設を調整できます。アドベンチャー、リラクゼーション、文化への没入など。旅行に最適なオプションを見つけるために、いくつかの調査を行いましょう。同意しました、アンナ。滞在に最適な場所を見つけて、忘れられない思い出を作りましょう。南米の素晴らしい宿泊施設の選択肢を発見して乾杯。レッスン8、定期的に運動を始めました。定期的に運動を始めました。それは素晴らしい。どんなエクササイズをしているの？ランニングに出かけたり、ウェイトリフティングをしたりしています。これは全体的なフィットネスに最適な組み合わせです。それは間違いなく私のエネルギーレベルを高めました。それが聞けて嬉しいよ。他に何か変更は？果物や野菜もたくさん食べています。健康的な食生活を送るには賢い選択です。消化力の違いにも気づきました。栄養価の高い食べ物を食べると、体に素晴らしい効果があります。絶対に。自分の面倒を見ることがすべてです。他にどのような健康習慣を取り入れていますか？私は睡眠と十分な休息を優先してきました。それはあなたの全体的な健康にとって重要です。小さな変更が大きな違いを生むのは驚くべきことです。間違いなく。素晴らしい仕事を続けてください、ジョン。ありがとう、アンナ。より健康的で幸せなライフスタイルへ。ジョン、あなたの健康と幸福に乾杯。レッスン9、間違えたらどうする？進みながら学びましょう。間違えたらどうする？間違いは学習プロセスの一部だよ、ジョン。しかし、私が物事をめちゃくちゃにしたら。心配しないでください。間違いは私たちの成長と改善に役立ちます。専門家も含め、誰もが間違いを犯すことを忘れないでください。間違いを犯す恐れを克服するにはどうすればいいですか？成長マインドセットを受け入れ、自分に優しくしてください。それで、失敗から学んでも大丈夫ですか？絶対に。失敗は貴重な教訓につながります。全くやってみないよりは、
やってみて失敗した方がいいと思います。それが精神だよ。ジョン、計算されたリスクを取ってください。それは覚えておくよ。学ぶにはチャンスをつかむことが必要だ。そして忘れないで、私たちはみんなお互いを支え合うためにここありがとう、にいます。アンナ。今はもっと自信が持てるようになった。これ持ってるわ。ジョン、間違いは成功への足がかりです。アンナ、あなたの励ましに感謝します。さあ、旅を楽しみましょう。私たちの過ちを学び、成長し、受け入れることに乾杯。レッスン10、いくつかのレストランとカフェがある。はい、ターミナル内にはいくつかのレストランやカフェがあります。それは素晴らしい。それならお腹を空かせないよ。いろんな料理が選べるって聞いたんですけど。それはワクワクする。いろんなフレーバーを探求するのが大好きです。地元の名物料理を試したり、馴染みのあるものを食べたりできます。旅行中に何か新しいことに挑戦するのはいつも楽しいです。また、急いでいる場合は、軽食をとって食べることができます。特に飛行機に乗るときは、利便性が重要です。ベジタリアンの選択肢もあるといいですね。きっと彼らはそうするでしょう。ベジタリアンの選択肢が増えてきている。それは安心です。食事の好みに対応してもらえるのはいいことだ。絶対に。外食がずっと楽になります。ランウェイを眺めながら食事を楽しんでいる姿は、もう想像できます。それは思い出に残る経験のようですね。ぜひターミナルでフードシーンを探ってみましょ間違いない、ジョン。離陸前に味覚を満足させよう。う。空港で美味しい食事とグルメアドベンチャーを楽しみましょう。乾杯、ジョン。ボナペティ、そして安全な旅を。レッスン11、今日は美しい日です。こんにちは。今日は美しい日ですね。はい、そうです。屋外で楽しむには絶好の天気です。食料品の買い物に行くの？はい、いくつかピックアップする必要があります。新鮮な果物や野菜を食べるのを忘れないでください。間違いなく、彼らは私のリストに載っています。作る予定の特別なレシピはありますか？美味しいサラダを作ろうと思っています。すがすがしいですね。秘密の材料は？まあ、フェタチーズを振りかけるといつもいい感じになります。やむ、夕食に来てもいい。もちろん、いつでも歓迎するよ、ジョン。素晴らしい。食事の締めくくりにデザートを持ってきます。それはあなたのことを思っているね。楽しみにしてるよ。私も。食料品店で会いましょまたね、ジョン。ハッピーショッピング。ありがとう、アンナ。素敵な一日を。あなたもよ、ジョン。太陽の光を楽しんで。レッスン12、切迫感を与える。それは賢いことです。それはあなたに切迫感を与えますよね。絶対に。締め切りを設定すると、集中力を保つのに役立ちます。少しのプレッシャーが生産性を向上させることができるのは驚くべきことです。締め切りは目的意識とモチベーションを生み出します。タスクに優先順位をつけ、時間を効果的に管理するのに役立ちます。さらに、締め切りに間に合うことは達成感をもたらします。進捗状況を確認し、
予定通りにプロジェクトを完了できるのは満足のいくものです。締め切りがないと、タスクは長引いてしまい、圧倒されてしまいます。私も同感です。タイムラインがあると、物事は前進し続けます。また、他の人との計画や調整にも役立ちます。締め切りは厳しいものですが、最善を尽くさなければなりません。彼らは体制を整え、私たちに説明責任を負わせてだから、くれます。締め切りを守って、物事を実現させましょ絶対に、ジョン。期限を設定して目標を達成しよう。生産的になり、締め切りに間に合うことに乾杯。乾杯、ジョン。時間通りに物事を実現させましょう。教訓13、改善の余地がある分野だ。これは私たちが改善できる分野です。同意した。価値ある魅力的なコンテンツを作るべきです。どうすればコンテンツの価値を高めることができますか？役立つ情報や実用的なヒントを提供できます。それはいい考えだ。人々は実行可能なアドバイスを高く評価します。また、視聴者の興味やニーズも考慮する必要があります。間違いなく、コンテンツを好みに合わせて調整することが重要です。そして、ビジュアルとストーリーテリングを使うことで、魅力的なものにすることができます。ビジュアルを追加すると、より魅力的で記憶に残るものになります。また、交流や会話を奨励することもできます。それは本当です。視聴者との交流はつながりを築きます。コンテンツを作成するときは、量より質に焦点を当てましょう。私も同感です。インパクトのある作品は少ない方がいいです。そして、私たちはいつでもフィードバックから学び、適応するこコンとテンツ制ができます。作には継続的な改善が不可欠です。力を合わせれば、他の人の共感を呼ぶコンテンツを作成できます。絶対に、アンナ、価値ある魅力的なコンテンツを目指して努力しましょ違いを生むコンテンツの作成に乾杯。乾杯、アンナ。情報を提供し、インスピレーションを与えるコンテンツをご紹介します。レッスン14、候補ホテルのリストは本日遅くにお送りします。絶対に、本日遅くに候補ホテルのリストを送ります。いいですね、ジョン。ありがとう。問題ない。必ず別のオプションを含めるようにします。価格帯があると助かります。それを念頭に置いて、手頃な価格のオプションを見つけます。また、都心に近ければ便利でしょう。わかりました。場所は重要な要素です。特に探すべきアメニティはありますか？無料の Wi-Fi と朝食を優先しましょいいアイディアだ。これらは快適な滞在に欠かせません。う。少し調べて、それらの設備が整ったホテルを探します。ジョン、あなたの努力に感謝します。改めて、ありがとうございます。光栄です。素敵な旅になるようにしたいです。あなたが見つけるオプションを楽しみにしています。リストは本日遅くにお送りします。乞うご期待。いいですね、ジョン。調べてみてワクワクするよ。よし、アンナ。すぐに連絡します。ジョン、ありがとう。素敵な一日を。あなたもよ、アンナ。気をつけて、すぐに話してください。レッスン15、決定する前にレビューを必ず確認しておく。それは理にかなっている考えです。決定する前に必ずレビューを確認しておきます。
いい考えだ。ジョン・レビューは貴重な洞察を与えてくれます。そこに滞在した人の話を聞くことは重要です。サービスの質と清潔さについて学ぶことができます。まさに、私たちは楽しい体験を保証したいと思っています。また、よくある苦情がないか確認するのにも役立ちます。そうすれば、潜在的な問題をすべて把握できます。私は仲間の旅行者の経験を信頼しています。オンラインレビューは素晴らしい情報源になり得ます。ポジティブなフィードバックとネガティブなフィードバックの両方に注目しましょう。同意した。決定を下す前にあらゆる面を検討します。十分な情報に基づいた選択肢があるのは心強いです。必要な情報をすべて集めます。ありがとう。ジョン。徹底した対応に感謝します。嬉しいよ。アンナ、素晴らしい滞在をしてほしい。私たちは常にお互いに気を配り合い、良いチームを作ります。絶対に、アンナ。一緒に完璧な場所を見つけましょう。徹底的な調査と情報に基づいた決定に乾杯。乾杯、アンナ。これからの素晴らしい旅へ。待ちきれない。思い出深いものにしよう、ジョン。教訓16、今こそ地球の保護に焦点を当てるべき時です。今こそ私たちが地球を保護することに注力すべき時です。これ以上は同意できませんでした。私たちは何をすべきか。まず、二酸化炭素排出量を削減することから始めることができます。つまり、エネルギーの使用量を減らし、資源を節約できるということです。まさに、リサイクルやリユースも推進できます。そして、持続可能な観光と再生可能エネルギーを支援しましょう。植樹と自然の生息地の保護も不可欠です。私たちは意識を広め、他の人にも教育すべきです。絶対に、小さな行動が大きな違いを生むことがあります。長期的に考え、持続可能性を優先することが重要です。一緒に、私たちはより環境に優しく、より健康的な世界を作ることができます。同じ考えでいてくれて嬉しいよ、ジョン。私も、アナ、この惑星の管理人になりましょう。これからの世代の持続可能な未来に乾杯。乾杯、アンナ。地球を守りましょう。ポジティブな影響を与えよう、ジョン。私たちならできる。レッスン17、私たちは今何をすべきか？わかってる。とてもイライラする。私たちはこれから何をすべきか。一歩下がって状況を評価しましょう。問題の根本原因を特定する必要があります。それがわかれば、解決策をブレインストーミングできます。冷静さを保ち、合理的に考えることが重要です。また、必要に応じてアドバイスや支援を求めることもできます。コラボレーションは解決策を見つけるのに役立つかもしれません。問題を小さな部分に分解しましょう。そうすれば、それぞれの側面に取り組むのが簡単になります。そして、前向きで粘り強くいることを忘れないでください。私たちはこの経験から学び、より強くなることができます。力を合わせて、このハードルを乗り越える方法を見つけましょう。私たちは解決策を見つけることができると信じています。私も、段階的に考えていきましょう。課題に立ち向かい、解決策を見つけることに乾杯。乾杯、ジョン。これが私たちの決意と回復力です。アンナ、
この問題に正面から取り組みましょう。私たちならできる。レッスン18、オーガニックドリンクはありますか？ナッツとドライフルーツを買ってくるよ。オーガニックの飲み物はありますか？残念ながら、現時点ではオーガニックドリンクはありません。心配ありません。食料品店で見つけることができます。それは計画のように聞こえます。ラベルは必ず確認しておきましょう。絶対に。私たちはより健康的な選択肢を選びたいと思っています。オーガニックドリンクは私たちの健康にとってより良い選択です。さらに、環境にも優しいです。買い物リストに追加します。思い出させてくれてありがとう。どういたしまして。自分の選択に気を配るのはいつだって良いことだ。間違いなく、小さな変化がより健康的なライフスタイルにつながります。そして、栄養価の高いスナックを手元に置いておくのもいいですね。私も同感です。ナッツとドライフルーツは食べ応えのあるおやつになる。よし、店に行って必要なものを手に入れよう。計画みたいだね。ジョン行こう。アンナと一緒にヘルシーなスナックタイムを過ごすのを楽しみにしています。私も、ジョン賢くて美味しい選択をしよう。健康と楽しいおやつに乾杯。乾杯、ジョン。オーガニックドリンクと栄養価の高い軽食をお楽しみください。美味しくて栄養のある日にしましょう、アンナ。レッスン19、アナ、アートクラスは受講しますか？アナ、アートの授業は受けてるの？いいえ、独学です。ただ楽しむために絵を描いているんだ。それは印象的です。あなたには生まれながらの才能がある。ありがとう、ジョン。それは私が楽しんでいる趣味です。正式な授業を受けることを考えたことはありますか？考えてみたけど、自分で探検する自由の方が好きだ。それは理にかなっています。クリエイティブな自由があるのは素晴らしいことです。それに、自己表現の過程にも喜びを感じます。アートは自分を表現する素晴らしい方法です。絶対に。私にとってもリラクゼーションの一形態です。それは素晴らしいです。情熱を育み続けてください。そうするよ、ジョン。それは私に幸せと充実感をもたらします。あなたの技術への献身には感心します。ありがとう、ジョン。それは私にとって大きな意味があります。創造性に乾杯し、私たちが愛するものを楽しんでください。乾杯、ジョン。楽しみと自己表現のために絵を描きましょう。アンナ、想像力を膨らませてください。ハッピーペインティング。レッスン20、どのように分析すべきか。それは素晴らしいアイディアだ。一旦データが得られたら、それをどのように分析すべきか。まず、データをカテゴリーに整理することから始めます。分類すると、パターンを識別しやすくなります。次に、チャートまたはグラフを使用してデータを視覚化できます。視覚的な表現は、傾向を素早く見つけるのに役立ちます。また、主要な指標と統計を計算する必要があります。そうすれば、数値からより深い洞察を得ることができます。データを表示的に比較したり、異なるグループ間で比較したりできます。比較を行うと、より広い視野が得られます。また、外れ値や異常値を探すことを忘れないでください。それらは私たちに貴重な情報も与えてくれます。後で参照できるように、分析プロセスを文書化する必要があります。
良い点です。明確な方法論を持つことは重要です。そして、協力して調査結果を一緒に話し合いましょう。チームワークと多様な視点が分析を強化します。データを掘り下げて洞察を得られることにワクワクしています。私も、アナ。その情報を最大限に活用しよう。徹底的な分析と有意義な発見に乾杯。乾杯、アンナ。さあ、データから知識を抽出しましょジョン、正確かつ好奇心を持って分析しよう。教訓21、何に焦点を当てるべきだと思いますか？う。アンナ、デジタル広告について何に焦点を当てるべきだと思いますか？まず、ターゲットオーディエンスを特定することから始めましょう。オーディエンスを知ることは、メッセージを調整するのに役立ちます。また、彼らが頻繁に使用するプラットフォームについても検討するそうすれ必要ば、があります。効果的にリーチできます。魅力的で視覚的に魅力的なコンテンツを作成することは非常に重要です。目を引くコンテンツは、デジタル空間で注目を集めることができます。また、モバイル端末向けに広告を最適化する必要があります。モバイルの利用は増加傾向にあるため、モバイルフレンドリーであることが重要です。キャンペーンの成功を測定するには、データの追跡と分析が不可欠です。データに基づく洞察は、情報に基づいた意思決定を行う際の指針となります。デジタルマーケティングの最新動向を常に把握しておきましょう。トレンドに遅れずについていくことは、競合他社の一歩先を行くのに役立ちます。そして、ソーシャルメディア広告の力を忘れないでください。ソーシャルメディアプラットフォームは、視聴者にリーチするための大きな機会を提供します。力を合わせて、強力なデジタル広告戦略を構築しましょう。私たちのアプローチは良い結果をもたらすと確信しています。効果的なデジタル広告と目標の達成に乾杯。乾杯、アンナ。デジタルマーケティングを成功させましょう。ジョン、デジタルの世界に影響を与えましょう。レッスン22、フライトが1時間遅れました。いや、フライトが1時間遅れています。それは残念だ。はい、待たなければなりません。少なくとも今は少し時間があります。確かに、コーヒーを飲みながらリラックスできます。または、空港内のショップを探索することもできます。それは時間を過ごすのに良い方法かもしれません。この予想外の遅延を最大限に活用しましょう。絶対に前向きでいることが鍵です。そして、その遅れが同乗者との興味深い会話につながるかもしれません。確かに、新しい人と出会うチャンスです。この状況を最善を尽くすよ、アナ。間違いない、ジョン。私たちの旅は予定より少し遅れて続きます。忍耐は美徳であり、私たちにはそれがたくさんあります。それが精神だよ。ジョン、待ち時間を大切にして、旅を楽しみましょう。予期せぬ遅延を最大限に活用する方法をご紹介します。レッスン23、地元の市場も大好き。地元の市場も大好きです。とても質の良い果物や野菜が揃っています。同意するよ。ジョン鮮度は他に類を見ません。地元の農家を支援するのはいつも楽しいことです。そして、農産物の多様性は素晴らしいです。私は様々な種類の果物や野菜を探索するのが好きです。新しいフレーバーを発見するのに最適な方法です。さらに、価格は通常リーズナブルです。それは本当です。
これは双方にメリットのある状況です。地元の市場での買い物もより個人的な感じがします。絶対に。ベンダーとやり取りできます。そして彼らはしばしば役に立つ料理のヒントを提供します。素晴らしいコミュニティ体験でもあります。私はいつも満足して市場を出ます。私も、ジョン今週のハイライトです。地元の市場と新鮮で美味しい食材に乾杯。乾杯、ジョン。地元の農家を支援し、健康的な食生活を送るために。アンナ、味を味わい、その良さを味わいましょレッスン24、登場は何時ですか？角を曲がったところ、それは便利だ。登場は何時ですか？登場は午後2時30分です。時間はたっぷりあります。パーフェクト。登場前に軽食を取ることができます。フライドポテトが食べたい。あなたはどう？フライドポテトはいいですね。近くの場所を探そう。通りのすぐ下にハンバーガージョイントがある。素晴らしい。そこに行って私たちの欲求を満たしましょカリカリの金色のフライドポテトがあればいいのに。きっと彼らはそうするよ。彼らはフライドポテトで知られている。もう美味しさが味わえます。考えているだけでお腹が空いてきます。フライト前の美味しいおやつにしましょう。同意した。フライドポテトとグッドカンパニー、完璧なコンボ。私たちの欲求を満たし、その瞬間を楽しんでくれて乾杯。乾杯、アンナ。美味しいフライドポテトと素晴らしい冒険を楽しみましょジョン、一口一口食べてみよう。レッスン25、これまでに一人旅をしたことはありますか？う。ねえ、これまでに一人旅をしたことはありますか？実は、私は持っています。爽快な経験でした。それは素晴らしいですね。どこに行きましたか？東南アジアをバックパッカーで旅しました。うわぁ、それはかなりの冒険だったに違いありません。そうだった。途中で面白い人にたくさん会いました。一人旅は安全だと思いましたか？はい、予防策を講じて自分の本能を信頼しました。それは重要です。その課題にどう対処しましたか？基地に富み、順応性を身につけることを教えてくれました。自分で世界を探検するあなたの勇気に感心します。ありがとう、ジョン自己発見の旅でした。あなたが作った思い出を想像することしかできません。それは私が永遠に大切にする経験です。一人旅と新しい地平の開拓に乾杯。乾杯、ジョン。さあ、私たちのコンフォートゾーンから抜け出しましょう。これからも冒険を求め、視野を広げていきましょ絶対に、ジョン。そこでは冒険が待っている。